こんにちは。アメリカ東海岸アラフィフ女子のサバイバル奮闘記。今回は2日間かけて出かけたウエストバージニアへの旅をお届けします。旅の目的は夫のかつての恩師ポーリー名誉教授に会うこと。実に20年ぶりの再会です。早速出発です。はい、行きます。行きます。天気が最高にいいです。2025年11月の第4木曜日、サンクスギビング前後は仕事がお休みになることが多いここアメリカ。1週間ほどの休日を利用して私たちはウエストバージニア州に住む夫のかつての恩師を訪ねることにしました。今回のルートです。自宅があるペンシルベニア州からウエストバージニア州まではおよそ6時間。その前に夫の友人のジェシカの自宅に一泊するため、まずはジェシカの自宅を目指します。ハイウェイを車で移動します。途中リンゴを食べたり休憩したり雪に降られたり。こんなにいらないか。ペンシルベニア州を南下してメリーランド州に入ったところでひたすら西に向かって走ります。ウエストバージニア州に入りました。こんな景色、ペンシルベニア州でも見たような気がします。ここで夫が何かに気づきます。太陽だね。太陽入ったのかな。あらま。大体私たちどこに行くの？どこにあるの？住所のところ。その住所どこなの？あれもなんこれ。この日、無事にオハイオ州に住む友人ジェシカの自宅に到着した私たち。ここで一泊します。No, we have a smaller bag, so yeah. Should we bring in stuff right now? ジェシカの家族は4人と17匹の大所帯でした。翌朝、ジェシカの自宅を出発。ポーリー名誉教授の住むウエストバージニア州へ向かいます。ここからおよそ1時間30分の道のりです。晴天の空模様、ドライブ日和。アメリカ東部に位置するウエストバージニア州。州の人口は176万人。アメリカの州の中では少ない方。個人および世帯所得の中央値は全米で2番目に低いウエストバージニア州。主要な資源の一つは石炭で、生産量は国内2位。大量の天然ガスを生産しています。またアパラチア山脈内部に位置しているため自然の恩恵を受けているのが特徴です。丘の上にある恩師の自宅に近づいてきました。Dr. Polly! Hello, nice to meet you.
to see you. You haven't changed. Great to see you. Good to see you. Yeah, yeah. Come on in. ウェストバージニア州にあるマーシャル大学名誉教授であるドクター・ポーリー。 No, we got it from here. 生物学者であるポーリー名誉教授は Get anything. 両生類・爬虫類の保全に貢献し、長年にわたり数々の業績を残してきました。現在も自宅での作業をメインに研究を続けています。今回ご自宅を訪ねたのはポーリー名誉教授らが編集した本の出版のお祝いのため、ウェストバージニア州の生き物についてまとめられたこの本は、夫も微力ながら貢献しました。ウェストバージニア州にある大学院を卒業した夫が大学院に通っていた頃は英語もままならず、また所属学部で大学院留学生は他にいなかったため、友人がなかなかできないなどといった苦労があったとのこと。そんな中でもポーリー名誉教授のもと、英語の勉強や研究、フリスビーとバスケットボールに力を入れた2年間だったと話していました。友人と恩師の再会を夫は懐かしく、またポーリー名誉教授が全く変わっていなかったことに驚いたそうです。最後におまけ。ウェストバージニア州からの帰宅途中、ピッツバーグで立ち寄った3カ所を紹介します。ここはポイント・オブ・ビュー・パーク。2つの川が合流しているこの場所から見えるのはピッツバーグの街。アメリカ先住民と会談するジョージ・ワシントンの銅像の作品名は支店と名付けられ、この公園の名前となっています。続いてピッツバーグにある US スチール本社。日本の製鉄会社が US スチールを買収したことで有名になりましたね。最後はジェシカおすすめのおしゃれなハンバーガーショップ。トッピングの種類が豊富で、自分好みにカスタマイズして味わえます。ハンバーガー美味しかった。